こんにちは。皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。本日クラックロールに挑戦していきます。材料こちらですね。ちなみに私1週間何にもうまくいきませんでした何一つうまくいきませんでしたね。そんな1週間過ごしておりました。どうもこんにちはということで作ってまいりましょう。今日はね、クラックロールって皆さんご存知でしたか？表面がクラックしてる、ひび割れてるっていう意味みたいなんですけどね、すごいピキピキに割れて、ちょっとね硬そうというか、表面カリッとした感じのロールパンなんですね。それをちょっと今日やってみたくてですね、挑戦しております。でここまで来ましたら、いつもだったら丸っこくね丸めるんですけど、今日はロールパンにしたいということで、成形する時に細長い三角形にしたいんですね。でそれをしやすくするために、ちょっとこの段階で細長くしておいた方がいいということでございましたね。なのでちょっとやってみております。でこっからね、結構いろんな先生のやつ見たんだけど、真ん中からまず伸ばしていくのね。ほんで今上側に伸ばした方を三角形の底辺の方ねにして、でまた真ん中からちょっと引っ張りながら三角形の頂点の方に、長く伸ばしていく感じで、最終的にね50センチぐらいの二等辺三角形になったらいいっていうことでしたね。もうちょっと長くてもいいのかも。でもうちょっと先っぽとんがっててもいいのかもっていう感じなんですけど、生地がね柔らかくてちょっと難しいですね、伸ばすのがね。でね、とにかくいろんな包み方あったんですけど、巻き方といいますか、バターが多分飛び出てくると思いますので、焼いてる時にね、だからなんかちょっとこうなんていうの、包み込むようにミーシャでやっていくっていうのと、巻く力はね強くもなく弱くもなくなんだって。それはつまりどういうことやろうね強くもなく弱くもなくがわからないまま巻いていくOK。なんか形がね、ここバター出てきそうやからちょっと閉じんねんけど、形がね全然違うねなんかもっとね、先生たちのやつね、もっとなんかこの時点ですでに可愛かったんやけど、なんかあんまり可愛くはできてないかな。相変わらずうまくいかへんけど、まあいいんじゃない？とりあえずですね、これで置いていきます。でその間に今日はね、温度がすごく大事、焼く温度が大事ということで、ひび割れさせたいから、今日は高温スチームがやっぱりいいんだって。ただね、うちスチーム全然出ませんので、この普通のオーブンなのでスチームはねなしで、ちょっとどれぐらいいけるかやってみようと思います。最近このスパイスでねちょっと高さ出してラップするっていうのハマってて、で霧吹きを割としこたまね、もうビシャビシャになるぐらい先生やってはったから、それでお好きなお塩かけて焼いてみようかなと。で今日はこの入れてすぐ焼かず、ちょっとね3分待つんだって。でそっから焼いていきます。さてちょっとねバター飛び出てるな。で
さらにこっから30分待つとひび割れてるらしい。ひび割れてるって聞いたんですけどなんか絶妙な、ただなんていうの、ただひび割れてるみたいな感じになってないもっとな、これで一番ひび割れてるかな。もっとねパリパリパリってなってんのね。ただ裏は美味しそうな感じだね。バターがねちょっと溢れてたのがカリカリになって、なんかさちょっと待ってみるね。中はいい感じ。この空洞の感じもねバターが溶けた感じで、先生もこんな感じでしたね。ひび割れてほしいと思ったらひび割れへんよね。手上げてさ当てんといてほしいって言ったら当たんのにな。いただきますいや美味しい、美味しいけれども、このバターの量はちょっとね致死量かもしらん私にとっての致死量ギリギリ半分でいいのかな。でもね溶け出して下がカリカリっとなってたやんか。あれすっごく美味しいから、一回ねこの 10g 中に入れるの 10g で作ってもいいかなっていうような、ちょっとね迷いどころです。ただ生地がすっごい美味しくて、パンっていうよりかはプレッツェルみたいな食感ですね。ちょっとね歯ごたえのある感じだけど硬すぎない感じですっごい美味しくできました。今日はね半分失敗半分成功みたいな感じでね、100点満点とはいきませんでしたが、でも結果美味しくできてよかったですね。皆さんもねスチームないオーブンとかでもぜひ挑戦してみてはいかがでしょうかというところで、本日の動画ここまでにしたいと思います。いつも本当にご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバーイ。